統合した会社でしたんで、システムが非常に複数あったり、働き方や仕事の仕方がバラバラだったり、そういうことで、効率が非常に悪かったということを、2012年、13年ぐらいからずっと話してましたけど、これは本格的に取り組まなきゃいけないということで、今のプロジェクトブリッジが始まりました。で、ブリッジというのは人々とシステム、ディビジョン、すべてをきちっとブリッジしてコネクティッドしていきましょうということになります。カンパニーバリューとして 3C ということで、コネクティッド、コミッティッド、クリエイティッドというバリューが出てきましたけども、その前の段階において何か明確に人々に対して目に見えるダイレクション、ポリシー、バリューというものを出していこうというときに、スコープはじゃあ IFF だと。そこに、乗っけるスローガンはプロジェクトブリッジというものを入れてますと。私たちがプロジェクトブリッジでしたかったことは、当然、土台作りですね、仕事のプラットフォーム作り、効率化、どうやったらより無駄がなく仕事ができるのかと、標準化も含めてですけれども、それに応えてくれるのがパートナーが、カーゴワイズさんだったと。それ以前はヤステム2というのをオーバーシーズが使って、日本だけがエコーというシステムを使って、繋がってはいたけれどもネットワークのシステムではなくてお互いがスタンダーローンで使ってたと。ところが航空事業の AirFly Forwardingに関しては数年前に全て EDA エンタープライズに投資したところ、みんなが非常にネットワークシステムのベネフィットをものすごく感じてくれていて、どちらかというとそちらのいわゆる現場の声というのが我々がカーゴワイズ1にしようというふうに決めた大きなファクターだったかなというふうに思います。で、その無駄をこれだけの工数で、コンティファイできますというような話をリチャード・ホワイトさんとしたときに、彼が非常に共鳴してくださって、逆に彼の方からいろんなアイデアをどんどん投げてくれるようになったという、そういう関係ができて、非常に良かったと思っています。去年の2016年度において、まず物量ベースでいくとですね、介助事業は77万 TU と。これは前年比で約 18% 増加と。航空事業が37万トン。これは前年比で約 12% 増加ということになってて、これはもうマーケットのいわゆるそのオーガニックグロースのパーセンテージに比べたら大きく増えていると。これは一つには、やはり新しいプロセス、ないしはそのカーゴワイズ1のインプレメンテーションと、それに伴う人々の気持ちの変化と、ビヘイビアチェンジということが大きく加味してるんじゃないかなというふうに思います。それともう一つ、じゃあそこから発生したエフィシエンシー。これが先ほど申し上げたように約10億円相当の効果が出たであろうというふうに思われています。ようやくプラットフォームが整ってきたところでトランスフォーム2025というのが現在始まっております。これは、ただ今までの仕事の改善では多分10年後に勝てないと。日本のマーケットだけに頼っていても勝てないと。成長マーケットでも戦えるような会社にしなければいけないということで、抜本的に会社を作り直していこうと。言ってみれば日本の選手権で勝つということを目標にしてた会社が世界の選手権あるいはオリンピックで、メダルを取るというようなことをするにはどうしたらいい？今後効率化を図ることによって100人が120、100人が130できるようにすると。これが我々の効率化の大きな目的であると。なぜそこまでの効率化が必要か。我々の会社のターゲット、2025年には海上事業は170万 TU、航空事業は70万トンになろうということで、マーケットの存在感をどんどん大きくしていくんだ。それでマーケットで戦っていくんだと。こういう目標があると。プロジェクトブリッジとトランスフォーム2025、これを完遂すると、私どもの会社は、単に日本から出てきた会社ということではなく、グローバルに、誰でも知っているブランド、どこの国で輸送、どこの国でサードパーティーロジスティックスといっても優先だと。こういうふうに言われる会社になっているはずです。